大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。また始まりました。はい、またこうしてお会いでき皆さんとつながっていること、とっても嬉しく思ってます。いつもありがとうございます。はい、先生、はい、そういえば今年はですね、天体に関する現象が数多く起きましたけども、そうですね、いろんなことが起こってますね。金環日食といい、5月の21日、はい、金環日食見られました？はい、私見ました。先生は？はい、私もあの日は早めにお弁当作りを終えてですね、7時半ぐらいだったので、もう弁当早く作っちゃって、子供たちので見たんですけれども、本当わーっと暗くなりましたよね。はい、なりました。でもう本当に初めての現象でしたが、ただ専用メガネを持ってませんでしたので、ああいうテレビのニュースで見るようなような綺麗な金環日食って形は見えなかったんですが、携帯とかではまた撮らせてもらいましたので、はい、そうですね、不思議な感じがしました。私は外にいたんですけども、辺りが暗くなって、それで皆さんが見てらっしゃるんですよ、外で。そうですよね、みんながね同じ方向を見て、わーとかって言ってる、なんだかすごくこうみんな一体感がありましたよね。同じことに感動するといいますか、本当に神秘的で、太陽、月、地球、何かこう素晴らしいプレゼントをいただいたような、はい、そんな気持ちでした。で、本当講演会でもね、金環日食、とこの番組でも天変地異のことだったりとか答えさせていただいたんですが、その頃に何か起こるんじゃないかとか、あと翌日がちょうどスカイツリーの完成の日でしたよね。でそのスカイツリーが完成する日に首都直下型地震が来るんじゃないですかとか、何か怖いことが起こるということがインターネット上に流れたりとかしてたようで、質問多かったんですけど、その度にその日は絶対起こりませんよって安心してくださいって答えさせていただいてたんですけど、何もなくて本当に良かったです。ブログに書いてあったんですけども、なぜスカイツリーがいけないのですかという質問がありましたよね。はいはい、スカイツリーですよね。東京スカイツリーっていうのは、あれはやはり電波塔、東京タワーが今までは使われていて、その東京タワーに代わる電波塔として、だったということで、東京タワーよりさらに634メートルですかね、高さも武蔵でしたね確かね、634メートル、東京タワーよりかなり高いです。ということは、かなりの広範囲までこの電波塔ですので、その電磁波がかなり広範囲まで電磁波も伝わっていくということで、このやはり電磁波が人体に与える影響というのがあまりまだ今はっきりとはその害というのが証明されてはいないんですけれども、これは私の場合は神様よりお伺いしておりまして、電磁波が人体に与える害っていうのはあるということですので、やはり墨田区の方とか、すごいもんが立ったって皆さん喜んでらっしゃるんですけど、それはそれで喜んでいただいていいんですが、電磁波を浴びるということだけは少し自覚をされてですね、何か電磁波を防止する方法、そういうものを少し取り入れられていかれたらと思うんですね。よく電磁波防止グッズとかいろいろあるんですけど、ちょっと粗悪なものも多いですので、少しそこはよく吟味されてですね、ちゃんとしたものを買われたりとかされるといいかなと思うんですけれども、最近私普段面談とかで相談を受ける中にですね、突発性難聴とかですね、あと耳鳴りがずっと続くとかですね、そういう方も本当に増えてきてるんですね。でそれはやはり電磁波の影響だというふうに教えていただいてるんですね。ですから怖いのは脳腫瘍だったり白血病だったり、そういうことも出てくるというところも
怖いんですけれども、軽い症状として、耳鳴り、突発性難聴、軽くはないんですけど、あとめまいがしたりとかですね、そういう症状がもし現れてきた時には、少し電磁波の影響を受けてるかなということで、気をつけていただきたいって言ってもね、引っ越すわけにもいかないですし、だから嬉しいんですけど、嬉しいばかりではないということを以前も講演会とかで皆さんにはお話ししてきましたので、それをそのように質問として書いてくださってたんじゃないかなと、思います。先生の講演会で、奇跡の講演会で、玄米食ですとか、飲み物何かもこだわってらっしゃいますもんね。そうですね、それは肉体的にやはり玄米を食べるという、玄米を本当によく噛んで食べることで、酵素というのが、体の中にできまして、これは本当に電磁波というわけではないんですけれども、放射性物質とかも出そうとする働きがあったりとかですね、いろんな毒素を外へ出そうという働きが、玄米の中にはあるもんですから、玄米を食べてなるべくお水を、私も1日2リットル以上っていうのは心がけて、もう2リットルは午前中で1リットル 1.5 リットルとか飲んでしまうので、午前中の方が代謝がいいのでね、毒が出やすいんですね。これはやっぱり脳梗塞だったり脳血栓、そういう予防にもなりますので、お水でこうどんどん飲んで毒を出すという。でもこれからあれですよね、もう暑くなってきましたし、汗が出る時期ですので、この汗というのもたくさん毒を外に出してくれるので、どんどんそういう飲み物を飲まれて、体の中のお水を入れ替える、これも健康の秘訣だと思うんですけれども、そうですね。それで先生、原発なんですけども、日本の原発が止まってるって先週お話、メッセージをね、読ませていただきまして、北欧ではですね、原発を作らないという選択をしたところもあるんですよね。そうですよね。やはりそのためには私たちも知識をもっと入れなくてはいけないと思うんですね。原発というのが、でも今回のその福島原発の爆発で皆さんいろんな知識をね持たれたと思いますので、やはり原発は持たない国ということにねなっていったら本当にいいなと思います。これは本当に日本だけではなく世界中で原発をなくすということになっていくといいなと思います。というのは、原発をこのまま続けていけばどうなるかというシナリオまでちょっと神様の方からお伺いしてて、これはちょっと怖いことでもあり、それはスペシャルセミナーとかでもねお話しさせていただいてるんですけれども、ちょっとその結末が怖い結末ですので、そのように気づいた方が活動していくということ、私は前回もメッセージ読ませていただきましたが、何もそれは脅すわけではなく、怖いではなく、このメッセージ、私は預言者ではないんですね。預言者にもなりたいとは思いません。というのは、自分が預言したことを当たってほしくないから預言者にはなりたいと思わないんですね。で、預言者ではないです。ただ言われたことを皆さんにお伝えしていく。でもきっとこのお伝えしてくださるこのご意図というのは、そうならないようになってほしいと。だからこのままいくとこうなるよということをメッセージで伝えさせていただき、それに対してだったら私たちはどう心を変えていけば、やっぱり変わりなさいというのは心を変えなさいということなんですね。原発反対運動って言って参加するとかでは、それもいいんですけれども、ではなく心をどう変えていくか、それをきっと神様は見てらっしゃいますので、心を変えていく、転ばぬ先の杖のためにこのメッセージというのを下ろしてくださいますので、なんとかこの未来を自分たちの心で良い方向に変えていきたいなっていう、だからすごいメッセージいっぱい怖いメッセージ、もっと怖いメッセージもいただくんですけれども、と未来を見させられたり教えられるんですが、その時点で今のままでいくとこうなるよっていうことを教えていただいているだけであって、私はそれを怖いと思わず、なら今何ができるかと
いうことで、やっぱりこう魂ってみんなつながってますので、つながりのある魂みんなで何をしていけば本当の幸せをつかめるのかと、そういうことを講演会でもお話しさせていただいてるんですけど、そういうことをこれからもさせていただけたらと思って、こういう場でもメッセージを発信させていただいたり、あとブログとかですね、講演会でもメッセージ発信させていただきますので、みんなでねよくしていきたいと思いますので、それでは先生、講演会のお知らせをさせていただきたいと思います。6月17日、あさってですね、福岡県の JR 博多シティです。福岡の皆さん待っとっとよ。そして7月16日、長良川国際会議場です。こちら地元岐阜での講演会です。この時岐阜だけが動物の霊、皆さんが飼ってらっしゃるペットの霊を切るということをさせていただきますので、ぜひペットを連れてくるんじゃなくてですね、ちょっとそれはちょっと大変なのでね、ペットを連れてくるんではなくて、お写真を、かわいいペットちゃんのお写真をね、持ってきていただいたら、その場でペットについてるご霊さんも切れると。ペット、皆さんが飼ってらっしゃるペットというのは人の霊の場合が多いんですね。姿形はワンちゃんだったり猫ちゃんだったりするんですけど、魂が人間で意味があって、今回猫に生まれさせられてる、犬に生まれさせられてるっていうことも多いもんですから、やはりご霊さんを切っといてあげた方がいいですので、これは死後苦しまないためにということで、ぜひお写真を持ってきてください。忘れらないようにお写真を。そして8月5日、岩手県の盛岡市アイーナで行います。盛岡の皆さん久しぶりです。楽しみにしてます。そして先生、講演会で、そうです、講演会でこれをね、またCD、こちら渡らせトークの BGM 講演会でのみ発売となってます。よかったらまたご協力ください。そして講演会がだんだん進化してきてますよね。そうなんですよね。最近ですね、毎回、広島の時もですけど、急遽なんですよ。本当に始まる12時過ぎぐらいに、今日は質問が多いので、質問を中心にで、私も前半から出てやってあげなさいという、これは上からのご指示、神様のご指示が参りまして、で突然講師の先生にもお話をして、で急遽前半から出させていただいたとか、もう本当に講演会ごとにストーリーが前もあったんですけれども、さらに最近変化をしてきてまして、何かこう始まってみないとわからないっていうところが多くて、始まる前に私自身も今日はどんな講演会かなとワクワクしながら、そしてもうその地元の皆さんに会えるのが本当に楽しみで、皆さんとこうしてつながってられるんだなって、一番安心してるのは私自身かもしれません。皆さんに逆にパワーをいただいて癒されてる講演会です。先生のね、すごい衣装も皆さん楽しみにしてらっしゃいますよね。そうですか。ありがとうございます。髪の毛も今日は、自分で買いました。これプレゼントじゃないと思いますが、でもこれ30年近く前のハワイで$5で買ったっていう言っちゃったすごいその時は$1が270円80円だったかな今すごいですよね。本当に、だから今よりは高級品です。先生、それではまたお時間になってしまいました。また皆さん、来週お会いしましょう。See you next week. Bye.